第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけてのアメリカ軍の機関銃の歴史を徹底解剖します。機関銃という一つの兵器の進化がですね、実は兵士たちの動き方から弾をどうやって運ぶかまで全てを変えてしまったんですよ。機関銃というメカニズムがいかにして戦場の空間を根本から書き換えたのか、じっくりと紐解いていきましょう。まずそもそもの話から始めると、遠くに物を飛ばして攻撃するっていう考え自体は、これはもう非常に古いですよね。より遠くからより効率的にっていう。そうですそうです。その欲求はもう人類の戦いの歴史と共にあるわけですね。中にはその後の連射兵器につながるようなアイデアも見られますよね。一人羽兵士がまるで複数人分の働きをするっていうこの考え方の原型みたいなものがすでに古代にあったっていうのはちょっと面白いですね。そしてやはり大きな転換点になったのは火薬の登場ですね。火薬を推進力に使うことで投射物の威力とか射程が飛躍的に増えたわけです。初期にも連射をちょっと意識したような試みはあったんですね。例えばリボ、複数の重心を束ねて一斉にあるいは連続して撃とうとしたっていう、これは後の機関銃のごくごく原始的な発想と言えるかもしれませんね。まさにそこからですね。フリントロックの時代にもリボルバーみたいな回転式のアイデアはあったみたいですけど、ただそういった試みはあったものの、本当の意味での連射にはまだ技術的な壁があったと。特に点火方法ですね。素早い連続射撃は難しかったんですね。そこに19世紀の初めにパーカッションキャップ、雷管が登場したわけですね。これが決定的だった。まさにそれまでの点火方式に比べても格段に信頼性が高いですし、湿気にも強い、発射までの手順もかなり簡単になった。つまりこの小さな雷管こそがそれまで夢物語に近かった連射というアイデアを現実的な兵器開発の訴状に乗せる技術的な扉を開いたと言えるんじゃないでしょうか。なるほど。ここからが面白いですよね。パーカッションキャップのおかげで信頼性の高い連射機構が可能になってくると、いろいろなアイデアが一気に花開くと。特にアメリカの南北戦争1861年から65年、この前後っていうのは発明家たちの競争がすごかったみたいですね。そうですね。それで南北戦争期からその後にかけて主流になったのは、やっぱり複数の重心を持つ手回し式の連射兵器だったと。その最も有名な例がリチャード・ガトリング博士が発明したガトリングガンですね。まさに機関銃の代名詞的な存在ですね。これで継続的な連射が可能になったわけです。でもここで重要なのは、これらは全部兵士がクランクを回すとかの手動操作によって連射を実現してたっていう点ですね。まさにその通りです。この状況を、根本から変えたのが1884年の無煙火薬の発明です。これがすすをほとんど出さないクリーンなエネルギーとなり、ついに自動化機への第二の扉、つまり科学の進化の扉が開かれたんです。無煙火薬が来て初めて自動化が可能になったわけだ。そしてその可能性にいち早く気づいたのがアメリカ出身の発明家ハイラム・マキシム。彼はですね、銃が発射される際に生じる反動、リコイル、つまり後ろ向きの衝撃エネルギー、これを利用して装填から廃墟までの一連の動作を完全に自動で行う機構を発明したんです。ついにこれは文字通り革命的でしたよね。銃自身が発生する力を利用して引き金を引き続けるだけで弾が連続して発射する。これが現代に続く自動火器の基本原理の確立ですね。戦争の様相を一変させるほどのインパクトを与えて、マキシム以前と以後と言われるほど戦術に大きな影響を与えたんですね。まさに。しかしマキシムの登場でどれだけ勇敢に突っ込んでも機械の前ではただの肉片にされてしまうという新しい残酷な戦術の時代が幕を開けたんです。これが現場の歩兵たちにとってどれほど残酷なシステムだったか、米西戦争や日露戦争を経て防衛側はある極めて費用対効果の高い戦術を編み出しました。それがもともとは家畜が逃げ出すのを防ぐために作られた安価な有刺鉄線の軍事利用、そして塹壕、そして機関銃の組み合わせですね。おっしゃる通りです。第一次世界大戦の西部戦線、塹壕戦が始まりますと防御側の強力な武器になった突撃してくる歩兵の動きをまず止める、あるいは遅らせる。
その間に防御側の機関銃が、容赦なく弾を発射すると。つまりシンプルな針金が敵の兵隊さんを機関銃の車線上に留めておくみたいな、そういう役割を果たしたと。そういうことです。これが第一次大戦の特に西部戦線の膠着状態、動かない戦いを生んだ非常に大きな要因の一つになったんですね。機動力が完全に奪われ、戦線は膠着した。はい。この機関銃というシステムが持つ防御の優位性があまりにも強力だったために、それを無理やりにでも打破する手段として毒ガスや戦車、航空機といった全く新しい次元の兵器が生まれざるを得なかった。システムが次のシステムを生み出したわけです。まさに兵器開発の転換点でした。しかし戦場の景色を最も劇的に縫い替えたのは、実は名もなき歩兵たちの手の中にあったんですよね。その通りです。当時の初期の機関銃が抱えていた戦術的なジレンマ。重すぎるんですよ。銃本体だけでおよそ50ポンド、キログラムに直すと 22.6 キロもありました。そこに水冷式の冷却水タンクや真鍮製の堅牢な三脚を加えると、システム全体の総重量は100ポンド、実に45キロに達していたわけです。まさにその100ポンドという物理的負荷が当時の戦場環境において致命的な意味を持っていました。つまり当時の重機関銃は本質的に2馬車での運搬を前提とした純粋な防御用の拠点兵器に過ぎなかったわけです。連続射撃で重心が解けるのを防ぐための水冷システムは純粋に技術的なアプローチとしては大正解なんですが、前線を駆け抜ける歩兵の機動力という観点からは完全に破綻しているんですよね。そこなんですよね。そしてそれが最悪の戦術的ボトルネックを生み出していた。味方の歩兵が塹壕から飛び出して敵陣地への勇ましい突撃を敢行する、まさにその瞬間、重すぎる機関銃は後方に取り残されてしまう。はい、最前線を突っ走る歩兵が敵の機関銃による十字砲火にさらされて最も濃密な火力支援を必要とする、まさにそのタイミングでですよ、システムとしての味方の火力が完全にゼロになってしまうんです。攻防のバランスが完全に崩れていたわけです。そして当時の軍事ドクトリンはその絶望的な火力支援の空白に対して大きく2つの解決アプローチを導き出しました。一つは小銃敵弾や迫撃砲に代表されるような放物線を描いて爆発物を投射するアプローチ、そしてもう一つが歩兵個人の火力を飛躍的に向上させるというアプローチ、つまり前進しながらでも撃てる自動火器を持たせるという発想です。おっしゃる通りです。そこからアメリカ軍が後に1930年代の M1 ガーランドへと決意する全歩兵の自動火器武装という思想と、フランス軍が模索した持ち運び可能なマシンライフル、つまり軽機関銃という2つの系譜が分岐していくわけですよね。その通りです。まさにそのフランス軍のアプローチの象徴として1915年に前線へ投入されたのが照射機関銃ですね。はい、正式名称はフジュル・ミトライユールモデル 1915CSRG ですね。当時の最先端のシステム論的アプローチで見ると、この銃の設計思想は驚くほど革新的だったんですよね。そうなんですよ。特にロングリコイル方式の採用はシステムとして特筆に値します。ガス圧ではなく発射の反動を利用して重心とボルトが一緒に交代する機構ですが、これが車のショックアブソーバーのような役割を果たして強烈な反動をマイルドに吸収してくれたんです。さらに空冷式を採用したことでシステム重量を19から20ポンド、わずか 8.6 から9キロに収めることに成功しました。歴史上初めて歩兵1名による携行と自動火力の投射が両立した瞬間と言っていいでしょう。そこが本当に革命的ですよね。そして発射速度を毎分140から250発という意図的に低いサイクルに設定した点も、私は見事な機能美だと考えています。全く同感です。この低い発射速度は歩兵や直立姿勢や歩行しながらでも確実な射撃コントロールを維持するための計算され尽くしたインターフェース設計だったと言えます。さらに兵站とコストの観点から見逃せないのが生産性の最適化ですね。そこも重要ですね。野戦での手入れのシンプル化やプレス加工の多様による徹底的なコストカット、これは総力戦における国家規模の兵站を維持するための極めて先進的で容易的な取り組みでした。しかしこの卓越した大量生産のコンセプトが過酷な戦場環境と衝突した時、皮肉にも最悪の落とし穴にはまってしまうわけです。ここがこの銃の最大の悲劇の始まりですよね。設計思想そのものは先進的でも現実の製造現場の品質管理が全く追いついていなかった。
そしてそこに追い打ちをかけてこの銃を決定的なシステム崩壊へ、そして史上最悪という不名誉な称号へと追いやったのがアメリカ軍による三重口径モデル、すなわちモデル1918への改造ですよね。まさにそこです。システム的な矛盾が最悪の形で露呈した瞬間でした。ここが重要な点で、自動小銃を手にする前に第一次世界大戦に参戦したアメリカ軍では自国製の自動兵器を持っていなかったので、フランス軍からこの商社を緊急で大量購入した。ここまではまあ良いのですが、彼らは自国標準の3006弾を使えるように無理やり再設計させて、実に2万5000丁も発注したんですよね。確かに前線に2種類の異なる弾薬を供給する煩雑さを避けるというアメリカ軍主導部の論理は兵隊管理としては定石と言えます。理屈としては分かります。ですがシステム統合の観点から見ればこれは狂気の沙汰でした。3006弾の強大なエネルギーに対して商社の華奢なレシーバーやマガジン構造は全く耐えられなかったんです。現実は悲惨を極めましたよね。全くその通りです。いざ実戦で引き金を引いても弾が出ない、弾詰まりが頻発して怒り狂ったアメリカ兵が次々と商社を泥の中に投げ捨てたというエピソードはあまりにも有名です。怒り狂うのも当然の惨状でした。結局補給ラインが二重になる不便を我慢してでもオリジナル8ミリ仕様を使い続けた部隊が多かったというのは究極の皮肉ですね。史上最悪の機関銃という評価が確定したのもこの出来事が決定的でした。しかしだからといってこの銃を史上最悪の欠陥兵器と一蹴して終わらせるのは軍事史に対する明らかな思考停止だと思うんですよね。おっしゃる通りです。表面的な信頼性の欠落の裏側でこの兵器が前線の歩兵戦術、すなわちタクティクスに与えたパラダイムシフトは計り知れないものがあります。確かに長距離を精密射撃や頭上越しの間接射撃には不向きでしたが、圧倒的な機動力によって歩兵にピタリと随伴し短距離での直接火力支援を行う前線の相棒としての役割を彼らは血と泥の中で確立していったわけです。まさにそこなんですよね。当時の歩兵分隊戦術マニュアルを紐解いてみると驚くほど現代的な運用ドクトリンがすでに体系化されていることがわかります。1918年の共犯にも明確に記述されていますね。はい、具体的な運用単位は車種、装填手、石膏の3名編成チームです。車種が28キロの装備を携行し、装填手と石膏の3人1組でチームを組む。はい。そしてスリングを固定して歩きながら敵の塹壕に向かって撃つマーチングファイヤー。これは現在にまで通じる歩兵戦術のマスターピースじゃないですか。全く同感です。自前の自動火器を持っていなかったアメリカ軍にとってこの機動力と火力を兼ね備えた戦術は非常に魅力的だったんでしょうね。アメリカ軍は後に自国製の優れた銃器である BAR、つまりブローニング自動小銃を導入します。この照射機関銃で確立した分隊支援戦術はそのまま BAR に置き換えられたわけです。BAR は優れた銃でしたが戦術コンセプトは照射機関銃をそのまま引き継いだわけです。ハードウェアが照射から BAR へとアップデートされてもソフトウェアとしての戦術思想は全く変わらなかったと。分隊レベルに自動火器を配備して連携するという根本的なシステムは完全に照射が作った土台の上にあったわけですね。さらに言うと1930年代にセミオートマチック方式の M1 ガーランドが導入されて分隊の全員が自動小銃を手にした時、照射機関銃で確立した分隊支援火器を中心とした戦術はむしろ強化されたんです。照射がまいたパラダイムシフトの種が時代を超えて見事に花開いていったわけですね。そうなんです。現代の歩兵と支援火器の共同戦術の原型をここで作り上げたんですから本当に偉大な功績ですよ。全く同感です。そのマーチングファイヤーの思想と分隊支援火器の役割をアメリカ軍のシステムとして完璧な形に昇華させたのが、天才ジョン・ブローニングの手による一連の兵器群です。その通りです。まずは照射の代わりとなるブローニング受動小銃 M1918、 いわゆる BAR。 あれはもうハードウェアとしての信頼性が桁違いに高かった。75の部品を慣れた兵士なら1分以内で分解してメンテできる。そして彼が作った水冷式の機関銃 M1917。 あれはすごかったですね。1917年5月のテストで毎分600発のペースでなんと4万発をノートラブルで撃ち尽くした。
さらに泥の中での実戦テストでも1万3000発撃って排気不良がたったの1回。この M1917 の完璧なメカニズムをベースにして水冷用のタンクを取り払って軽くした空冷式の M1919 シリーズが生まれました。これにより大隊レベルの重火力が M1917、中隊レベルの火力が M1919、一番前の分隊レベルが BAR というシステマティックな火力体系が完成したのですね。そしてそこから兵器の巨大化へとシフトしますよね。敵の航空機が木のでできたものから金属の装甲を持つようになった。それに弾き返されないためにパーシング将軍からの要求で50口径機関銃の開発が始まる。ブローニングが30口径の M1917 の設計をそのまま大きくスケールアップし、ウィンチェスター社が強力な 12.7 ミリ弾を開発してM2 が誕生しました。ここで見逃してはならないのが M2 の設計に盛り込まれた究極の平坦合理化思想、ユニバーサルレシーバーの概念です。これって例えるならレゴブロックですよね。まさにその表現がぴったりです。一つの基本となる本体を用意すれば、そこに水冷式のジャケットを取り付けたり、航空機用の軽いバレルに付け替えたり、全部で7種類の全く違う用途の銃が一つの基本パーツから組み立てられる。おっしゃる通りです。これが後方の生産ラインや最前線の兵站においてどれほどの意味を持つか。つまり7種類の銃のために7種類の予備パーツを作る必要がないということですよね。最前線の整備兵は1種類の銃の直し方さえ覚えれば、あとはどのタイプの銃が壊れても同じ予備パーツの箱から部品を取り出して直せる。トレーニングのコストも輸送のコストも激減する。これぞシステム論の究極形です。そしてそのシステマチックなハードウェアたちが戦場でどのように空間を支配したのか。当時のアメリカ軍の野戦共犯、いわゆる FM を見ると、歩兵大隊の防御戦術がまるで幾何学のパズルのように緻密に設計されているのがわかります。ですよね。映画やドラマだと機関銃ってまっすぐ正面に向かって突撃してくる敵をバリバリ打ち倒すイメージがありますけど、当時のマニュアルを読めば読むほどそれが素人の発想だとわかります。全くです。実際の歩兵1個大隊の防御エリアは開けた快活地で、正面が900から1800メートル、奥への縦の深さ、つまり重心が700から1200メートルにも達する。この広大な空間をどうやって制圧するのか、ここで3個の小銃中隊と1個の重火器中隊が連携して緻密な火力の網を構築するんですが、機関銃の配置の基本は絶対に正面ではありません。敵の進行ルートに対して横から撃ち込む速射、あるいは複数の機関銃の車線をクロスさせる十字砲火が基本中の基本です。ここすごく面白いポイントですよね。なぜ正面じゃなくて横から撃つのか。正面から撃つと敵が横に広がって突撃してきた場合、銃口を左右に振り回しながら一人ずつ狙わないといけない。おっしゃる通りです。でも速射の位置、つまり敵の横側に機関銃を置けば、敵は自分に向かって一直線で並んでいるように見える。一発の弾が手前の敵を貫通して後ろの敵にも当たるかもしれない。命中確率が上がるわけです。その通りです。そして敵がいよいよ自陣に迫ってきた時に発動するのが、あらかじめ計算して線を引いておいた最終防御車線での弾幕です。空間に弾の壁を作り出し、そこから先へは一歩も通さないという面制圧の戦術です。ただどんなに計算しても戦場には起伏がありますよね。丘の裏側とか地面のくぼ地とか、機関銃のまっすぐな弾道ではどうしても届かない死角が生まれる。その死角に敵が隠れたらどうするのか。そこを完璧にカバーするのが迫撃砲の役割です。81ミリの大きな迫撃砲と小銃中隊が持っている60ミリの小さな迫撃砲、この2段構えで山なりの弾道を撃ち込み、機関銃の死角を上空からすり鉢状に潰していくんですね。まさに火力のオーケストラです。そして800人もの人間が誰がどこを撃つか混乱しないように、半透明の紙であるオーバーレイを地図の上に重ねて、全員の車線を一つの巨大なシステムの図面として可視化した。個人ではなく800人で一つの巨大なキリングマシンを作り上げていたわけですね。
しかし数千発の弾を吐き出し続けるシステムを維持するにはとてつもない弾薬が必要です。補給品のカテゴリーでいうクラス5、消火器用の弾薬。どんなに完璧な十字砲火の計画も弾が届かなければただの重たい鉄の塊に過ぎません。第二次世界大戦中にアメリカ軍が生産した消火器用の弾薬の総数417億発にも及びました。これを供給するためにアメリカは中南部を中心にして政府所有民間運営、いわゆる合工という方式で巨大な弾薬工場を次々と建設した。でも私がこの兵隊の歴史で一番しびれたイノベーションは工場の規模じゃありません。アモカンという緑色の四角い金属の箱の登場です。まさに従来のパッケージングの歴史を見ると、かつては紙の箱に入ったバラバラの弾を壊れやすい木箱に詰めて最前線に運んでいました。そして最前線の兵士たちが泥や埃の中で手回しの装弾機を使って一つ一つつまんで布製のベルトに押し込んでいた。考えてみてください。冷たい泥の中ののっぱらで手が凍えそうなのに紙箱を破って弾をベルトに詰める。敵の砲弾が降ってくる中でそんな時間のかかる作業をやっていたらそれだけで精神が崩壊しますし、弾に泥がついて機関銃がジャムる原因にもなる。そこで導入された弾薬箱、つまりアモカンが全てを変えました。工場を出荷される時点ですでに250発の弾がベルトにきれいにセットされた状態で、湿気や泥を完全に防ぐ密閉された金属管に収納されている。最前線の兵士はその管の蓋をパチンと開けて、ベルトの端を機関銃が差し込むだけで数秒後には射撃を開始できる。ただの箱が変わっただけのように見えて、実はこれ最前線の兵士から弾を詰めるという過酷な労働と時間を完全に消し去った驚異的なプラグ&プレイのイノベーションですよね。全くです。銃本体の進化よりもこのパッケージングの革命こそが彼らの生存率を上げ、心理的負担を劇的に減らした。これこそが真の兵隊革命です。全くその通りです。兵器のスペックシートにはアモカンの便利さなんて書かれていませんが、現場の歩兵にとっては毎分600発撃てることと同じくらい、あるいはそれ以上に重要な要素だったのです。無塩化薬による技術的ブレイクスルー、マクシムやブローニングの設計思想、そしてユニバーサルレシーバーというシステムの合理化、そしてアモカンという完璧なパッケージングで最前線に血流を送り、それをオーバーレイと弾幕という戦術ソフトウェアで運用する。これら全てが噛み合って初めて真の軍事力という巨大な生き物が立ち上がるわけです。兵器の歴史とは単なる機関銃というハードウェアの進化ではないですよね。目に見える銃の筒の裏側には常に目に見えない巨大な生産と供給のネットワークが広がっている。それが現代のシステムにも通じる普遍的な真理です。今回の深掘りはここまでです。兵器の進化の裏側にある兵隊や現場の真実をお楽しみいただけたなら幸いです。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。